こんにちは、ミニマリスト田中です。地方都市の隅っこで生活費月11万円ほどでゆるく小さく暮らしています。このラジオはミニマリズムで社会のスピードから降りて自分を取り戻すことを大きなテーマに、Kindle 出版で40冊以上の著書を持つミニマリストの僕が無理しない生き方やミニマルに暮らす方法などについてお話ししています。もし共感できる部分があれば、チャンネル登録やコメントなどお待ちしています。今日は貯金額別10万円、30万円、50万円、100万円、300万円で人生はどこまで楽になるのかというテーマでお話ししていきます。貯金10万円、貯金30万円、貯金100万円、貯金300万円。数字だけを見ると当然300万円が一番安心できそうです。でも実は貯金額だけを見てもそのお金にどれくらいの価値があるのかはわかりません。なぜなら貯金の意味はその人の生活費によって大きく変わるからです。例えば同じ100万円を持っていたとしても毎月30万円必要な人なら約3ヶ月分の生活費です。一方で毎月10万円で暮らしている人なら100万円あれば10ヶ月生活できます。持っている金額は同じ100万円なのに、そのお金で生きられる期間は3倍以上違います。だから僕は貯金を見るときに金額だけを見るより、このお金があれば自分は何ヶ月生きられるのかと考える方がわかりやすいと思っています。今回の動画ではわかりやすくするために生活費が月15万円の人を基準に考えてみます。もちろん税金や社会保険料、大きな臨時出費などは人によって違うので、あくまで生活費だけで考えたシンプルな目安です。生活費月15万円なら貯金10万円は約 0.7 ヶ月分、30万円なら2ヶ月分、50万円なら約 3.3 ヶ月分、100万円なら約 6.7 ヶ月分、そして300万円なら20ヶ月分、約1年8ヶ月です。こうしてみると、貯金額が増えるたびに、ただ銀行口座の数字が増えるだけではなく、人生の選択肢が少しずつ増えていくことがわかります。そして面白いのは、10万円と30万円、30万円と50万円、50万円と100万円。それぞれでお金が持つ意味が少しずつ変わっていくことです。まずは貯金10万円です。生活費月15万円の人にとって10万円は1ヶ月分にも届きません。そのため10万円貯まったからもう安心と言える金額ではないと思います。仕事を辞めてしばらく休むことも難しいです。収入が完全に止まれば1ヶ月以内に底をつく可能性があります。では10万円なんて意味がないのか？僕は全然そんなことはないと思っています。貯金0と10万円の間にはかなり大きな差があります。例えば、突然スマートフォンが壊れた。家電が壊れた。病院へ行くことになった。冠婚葬祭が重なった。急な移動が必要になった。こういう数万円の出費が発生したときに、貯金ゼロだとその瞬間に生活費へ食い込みます。クレジットカードの支払いを分割やリボ払いにしたり、場合によっては借金を考えたりする必要が出てきます。でも10万円あればかなりの小さなトラブルを現金で処理できます。つまり、貯金10万円は自由になるお金ではありません。人生の小さな事故ですぐにゲームオーバーにならないためのお金です。貯金ゼロの時は1回の出費がそのまま危機になります。10万円になると1回くらいなら受け止められる。この差はかなり大きいです。そして次の30万円から少し意味が変わってきます。生活費月15万円なら貯金30万円はちょうど2ヶ月分です。まだ仕事を辞めて半年休むような金額ではありません。でも収入が一時的に途切れても明日すぐに生活が終わるわけではなくなります。ここが大きいです。
仕事で嫌なことがあった。体調を少し崩した。次の仕事が決まるまで1ヶ月空いてしまった。アルバイトのシフトが減った。フリーランスで今月だけ売り上げが少なかった。こういうことが起きても2ヶ月分の生活費があれば少し考える時間があります。貯金がほとんどない状態だと来月のお金をどうするかが最優先になります。本当は辞めたい仕事でも辞められません。本当は休みたいのに働かなければいけません。焦って次の仕事を決めてしまうこともあります。でも30万円あれば少なくとも数週間は立ち止まれます。僕はここから貯金がお金ではなく時間に変わり始めると思っています。30万円持っている。ではなく、2ヶ月なんとか生きられる。こう考える。すると、通帳に書かれている30万円の見え方が変わります。ただし、30万円ではまだ安心とは言い切れません。ここからかなり現実的な生活防衛ラインになってくるのが50万円です。生活費月15万円なら約 3.3 ヶ月分。つまり収入が完全にゼロになっても3ヶ月ほど生活できます。もちろん大きな出費がなければという前提です。3ヶ月という時間があるとできることがかなり増えます。転職活動をする。一度仕事を辞めて次を探す。体調を崩した時に少し休む。副業を育てる。資格の勉強をする。生活そのものを立て直す。1週間や2週間では難しいことでも3ヶ月あれば現実味が出てきます。僕は貯金50万円くらいから嫌なことにすぐイエスと言わなくてもいいという効果が出てくると思っています。貯金がないと目の前の収入を失うことが怖くなります。だから多少無理な仕事でも引き受けます。嫌な職場でも我慢します。でも3ヶ月分くらいのお金があると最悪辞めても3ヶ月あると考えられます。実際に辞める必要はありません。この辞めようと思えば辞められるという感覚そのものが人をかなり楽にしてくれます。そして次は100万円です。ここでかなり空気が変わります。生活費月15万円なら100万円は約 6.7 ヶ月分。つまり半年以上です。半年という時間があれば一時的な休息ではなく人生の方向転換まで考えられるようになります。仕事を辞めて次の仕事をじっくり探す。少し長めに休む。一度実家へ戻って立て直す。小さな事業を始めてみる。発信活動を半年間試してみる。アルバイトを減らして別のことへ挑戦してみる。もちろん100万円をすべて使い切る前提で挑戦する必要はありません。むしろ使わずに残せる方がいいです。でも半年以上暮らせるお金が後ろにあるという状態は心理的にはかなり大きいです。同じ仕事をしていても貯金ゼロの人と100万円ある人ではその仕事への依存度が違います。貯金ゼロなら給料日が命綱です。100万円あれば給料は大切だけれど、明日亡くなった瞬間に人生が終わるわけではありません。僕はお金の余裕というのは贅沢できることではなく、この依存度を下げることだと思っています。そして100万円にはもう一つ大きな意味があります。それは一回失敗しても大丈夫という感覚です。転職して合わなければまた探せばいい。副業を始めてうまくいかなければやめればいい。少し休んでお金が減ったらまた働けばいい。貯金があることで人生を一発勝負にしなくて済みます。これが100万円のかなり大きな価値だと思います。そして最後は300万円です。生活費月15万円なら300万円は20ヶ月分。約1年8ヶ月です。もちろん実際には税金や保険、大きな出費もあるので、
そのまま20ヶ月無収入で暮らせるとは限りません。それでも生活費だけで考えれば1年半以上です。ここまで来ると貯金の意味は急な出費への備えからかなり明確に人生の選択肢へ変わってきます。仕事を辞めても明日から次を探す必要がありません。半年休んでもまだお金が残っています。1年新しいことに挑戦するという選択肢も見えてきます。正社員を辞めてアルバイトへ切り替える。週5日勤務を減らす。小さく独立してみる。地方へ引っ越して生活費そのものを下げる。勉強や創作に時間を使う。300万円だけで一生暮らすことはできません。ファイヤーできる金額でもありません。でも、今の働き方を絶対に続けなければならないという状態からはかなり離れられます。僕は300万円の本当の価値は300万円分のものを買えることではないと思っています。生活費月15万円なら約20ヶ月分の時間を持っている。ここに価値があります。そしてここでも最初の話に戻ります。同じ300万円でも生活費が月30万円なら10ヶ月です。月10万円なら30ヶ月。2年半です。だから貯金を増やすことと同じくらい生活費を小さくすることには意味があります。例えば生活費月20万円の人が300万円を持っていれば15ヶ月分です。でも生活費を15万円まで下げれば同じ300万円が20ヶ月分になります。貯金額は1円も増えていません。なのに自分が持っている自由時間は5ヶ月増えます。これが僕が少ない生活費にこだわっている理由の一つです。資産を100万円増やすにはそれなりの時間がかかります。でも生活費を月数万円下げることで今持っている貯金の価値を一気に高めることはできます。だからいくら貯めれば安心ですかという質問には僕は金額だけでは答えられないと思っています。大切なのはいくら持っているかではなく、そのお金で自分はどれくらい生きられるかです。生活費月15万円を基準にすると、10万円は小さなトラブルに耐えるためのお金、30万円は少し立ち止まるためのお金、50万円は3ヶ月ほど考える時間を作ってくれるお金、100万円は半年以上の選択肢を作ってくれるお金、300万円は働き方そのものを変えることまで考えられるお金。こんな風に同じ貯金でも段階によって役割が変わっていきます。そして僕は最初から1000万円や3000万円を目指さなくてもいいと思っています。貯金ゼロの人がいきなり1000万円を見ると遠すぎます。でもまず10万円なら見える。10万円までいけば次は30万円。30万円までいけば50万円。50万円までいけば100万円。一つ壁を越えるたびに少しずつ人生が楽になります。完全に自由になる日まで何年も我慢し続ける必要はありません。貯金は増える途中からちゃんと自分を助けてくれます。10万円でも意味があります。30万円でも意味があります。100万円にならないと価値がないわけではありません。少し貯まるたびに人生の耐久力が上がっていく。選べることが増えていく。嫌なことから少し離れやすくなる。僕は貯金の本当の意味はここにあると思っています。銀行口座に数字を並べるためではありません。未来の自分にすぐに答えを出さなくてもいい時間を渡しておくためです。そしてその時間を最大化したいなら貯金を増やすだけではなく、自分にとって無理のない範囲で生活費を小さくすることも考えてみる。すると同じ100万円でも同じ300万円でもそのお金が持つ力は大きく変わります。ということで今回は貯金額別10万円、30万円、50万円、100万円、300万円で
人生はどこまで楽になるのかというテーマでお話ししました。皆さんは今何万円持っているかではなく、今の貯金で何ヶ月暮らせるかにするとどれくらいになるでしょうか。一度計算してみると自分の貯金の見え方が少し変わると思います。今回の内容が少しでも参考になった方は、チャンネル登録や高評価、コメントなどをいただけると嬉しいです。また、僕の著書やノート、ゆるく小さく暮らす人たちのためのコミュニティ田中クラブは概要欄にまとめているのでチェックしてみてください。それでは今回も最後までお聞きいただきありがとうございました。ミニマリスト田中でした。バイバイ。